皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。基礎ステップや基礎ムーブをつないでダンスレベルアップを目指すちょこっとコンビネーション。今回はジャズとパンキングを合わせたスタイルの初級レベルで肘のロール、手首のロール、シェネ、掛け回りを利用していきます。各基礎のレクチャー動画もありますのでそちらも参考にしてください。今回のポイントは3つ。ロールの使い分け、首の使い方、8の字です。今回はシンプルな振り付けなんですが、その中で意外と見落としがちなのがどこを支点にロールをしているのかです。手首を使って手首支点でロールをしているのか、肘支点でロールをしているのかで見せ方やスピード感、そして華やかさも全然変わってきます。さらにこの華やかさですが、首の使い方でも随分と変わってきます。顎を数センチ上げてアクセントをつけたり、進行方向に首を向けてあげる。シンプルな振り付けだからこそ取り入れやすくなっています。もう一つ、8の字の動きを取り入れています。細かいところなんですが、ここの練習に磨きをかけていくと一体感が生まれて艶のある踊りになっていきます。解説の中でコツや感覚などもお伝えしていきます。練習用に速度調整した動画もありますし、ショート動画だとループ再生しますので、その方が練習しやすいという方のためにもアップしておきます。概要欄のリンクからどうぞ。そして課題曲はこちら。AI で生成した曲で和のテイストを取り入れた曲に仕上げました。伸びやかさもあってめちゃくちゃ気に入っています。スペースアートダンス TV ではダンスをさまざまな角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンもよろしくお願いします。そしてチャンネルメンバーシップもありますのでそちらもチェックしてみてください。それでは解説スタートです。5、6、7、レッツゴー。それでは A パートの解説を行っていきます。今回のパートは4カウントプラス2/8の振り付けです。それでは A パートの解説を行っていきます。映像を反転します。今回の振り付けは4カウントプラス2/8の振り付けです。最初の4カウントは、ポーズで待ちます。左足が少し前の状態で外側を向けた状態で体は脱力して下げます。ここから1、2、3、4とゆっくり上がってきて正面を向きます。続いて1/8目の解説に入ります。ここでチャレンジポイントが入ってきます。今回肘を使った肘支点のロールと手首の支点のロールと2パターン使っています。ここの使い分けができるようにすることがチャレンジポイントです。まず最初が肘のロールで外側にくるっと回す。はい、このようなポーズをとります。そして次寄せてきて手首の支点のロールになります。くる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 。その後また肘の支点でくるっと外側へ回します。このまず肘の支点のロールの時ですが、上腕の部分が動かないように回すことがポイントになります。はい、そして手首のロールの時は肘が動かないこと、肘の場所が変わらないことを大事にしています。これを合わせてくるっと回してくる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 っと回す。カウントでいくと1、2、3、4、5、6、7、8です。足の動きの説明をしていきます。まず最初は体が上がってきたところからクロスをします。右左とかけます。このまま回ります。掛け回りですね。そしてどちらかに一歩出すのですが、私は今回右足にしますね。右足を一歩踏み込みながら体を寄せていきます。これを、上半身のこのロールと合わせてやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3 and 4、5、6、7、8。こんな感じになります。肘のロールの後のポーズはどちらかを高くして自分のシルエットが綺麗に見えるような形を探してみてください。そのままの形で回っ
今度進む方に少し上に肘を上げてあげる。そしてさっき言った肘の場所が変わらないように、そこでキープをするという練習を頑張ってやってみてください。続いて2-8目の動きですが、基本的には1-8目と同じ動きで反対の動きになっていきます。1-8目の動きがここで終わっています。そうしたら今度じゃあ反対側にくる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 、肘のロールポーズ、こんな動きになります。ここでまず4カウントを使いました。その後のカウントですが、ポーズを取った後、外側に向かって一歩踏み出す、内側へ一歩踏み出す、そしてシェネを1回転です。これも今回は2人で一緒に踊ったパートなので、外側内側という表現をしましたが、振り付け的にはどちらでもいけるようになっていますので、次に進みたい方向に最初一歩踏み出して寄せて、そのまま外側へシェネをするという動きになっています。ではここで2つ目のチャレンジポイントをお伝えします。首の動きについてです。振り付けが上半身の動きが多く、あまりステップなどがない動きになっています。ですのでアクセントがつけづらくなるので、そこで首の動きを加えています。今のロールの部分でも手首のロール、そして肘ロール、最後ポーズの時に顎を上げてあげる。これだけでアクセントついて変わってきますよね。さらに最後シェネを回る時も顎でその方向を見てあげる。こうすることでラインがチェンジしていって華やかさが変わってきます。そしてシェネは進みたい方向へ首を向けて首を切る動きを加えてあげる。これでだいぶスピード感が変わってきます。もう一度今のを合わせて2-8目をカウントでやってみましょう。5、6、7、8 1、2、3 and 4 5、6、7、8。今の首の動きだけでもだいぶ抑揚がついてきましたよね。ではこの A パート最初からその意識を持って、通してみたいと思います。最初は下から。まずは1、2、3、4 1、2、3、4 5、6、7、8 1、2、3 and 4 5、6、7、8。以上で A パートの解説はおしまいになります。この後 A パートの練習動画を流しますので、ぜひ練習してみてください。それでは B パートの解説に入ります。まず最初は手の動きから説明をしていきます。クロスの状態から横にパッと開きます。アロンジェで横に長く開きます。そしてその後は集めてきてパッパッパッパ。手のひらとひらが合わさるような形で、しっかり重なったところから両手が順番に見えるように下ろしてきます。カウントは1、2、3 and 4 and です。足の動きは右足をロンでします。ロンでかけてかけ回り、左足体重、ここでパカ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 ときます。合わせてやってみましょう。クロスで準備して7、8 1、2、3 and 4 and。かけ回りをする時ですが、右足を後ろに下げました。この時右に体重を乗せてしまうと、このシルエット変わってしまいますので、左足の方に体重を残しておいて、そのまま落としてあげて、このヒップのラインと膝のラインが出るようにポーズを決めていってください。この後の動き、手の動きは両手を下にブンと振り下ろす。そして両手をくるっと回して、また上で斜めに開いて胸の前へ戻してきます。
正面から見るとこんな感じです。下に下ろす、そして回してブンブン。ここの手は少し抜いて、こっちの手でも大丈夫だと思います。横側なのであまり大きな変化はないので、リラックスしてストンと落としてくるようにしてください。しっかりメインで見せたい張る方を頑張ってください。ボディの動きですが、今やったそのままぐっと膝を落とします。曲げたところに体を落とす。そして上がる。張るときに一歩右足を前、そして戻す。カウントでいくと 3and 4and 5、6、7、8。では1-8続けてやってみましょう。7、8、1、2、3 and 4 and 5、6、7、8。続いて2-8目の解説になります。手の動きを説明していきます。はい、胸の前で手を合わせます。この状態から右側へ押す。そしてぐるっと手首を返す。このままもう一度戻しながらぐるっと肩を後ろに、こっちの左側も肩を後ろに、その後くるっとな、はい、こんな風なちょっと複雑な動きになってます。カウントでいくと 1and2and3、4。では下半身の動きなんですが、横向きの状態から右足を一歩正面に向けます。そして左足を添えるような形で、ここからワンエン、はい、そのままこの手の動きに合わせて少し腰を乗せたら、また左に乗るんですが、最終的には右側にまた戻ってきます。ここから合わせるとワンエン、ぐるんぐるんぐるん、はい、ここでチャレンジポイントが一つあります。胸の8の字を取ることです。今のこの手のネタだけにとらわれてしまうと、ただただこういう動きになってしまうんですが、立体のこういう胸の動きを少し入れていきたいので、手首が返った後回す時に肘ごとしっかり後ろに返していきましょう。後ろで肩甲骨がぐっと寄るようにして胸が上がるようにします。右側へ押して下げた、この時に後ろで肩甲骨が寄るような形まで持っていきます。そして胸が8の字を描くように持っていく。途中で8の字を止めてこういう風に落としてくるんですけど、一発目のこの後ろの円は頑張りたいです。そしてここから落としてきます。はい、では今のチャレンジポイント8の字を踏まえて、もう一度今の動きやってみましょう。7、8、1 and 2 and 3、4。では最後の4カウントいきましょう。このままぐるっと両手を返しながら左右と足をかけます。そのまま駆け回りをしておしまいになります。では2-8目を通してカウントでやってみます。7、8、1 and 2 and 3、4 and 5、6、7、8。以上で B パートの解説はおしまいになります。ジャズの動きに合わせてパンキングの要素が入ってくるので、胸の張り方なども意識しながら指先まで細かなところまで意識して練習をしてみてください。この後 B パートの練習動画流しますので、そのあたりも意識して練習頑張ってください。
さあ、ジャズとパンキングを合わせたスタイルいかがでしたか？ちょっとしたシルエットの使い方でだいぶ踊り方変わると思いますので、何度も練習してみてください。このちょこっとコンビネーションでは振り付けを踊りこなすまでの必要な練習メニューをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンを押していただき、たくさん練習してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。